これから食料が大変になるっちゅうね。もう77億だって今人口。でちょうど100年前の1900年前ったらね、全部の1900年代ったら何ぼったかな、世界で全部の人口15億もいなかったっすよ。そうたった100年で77億だから、もう多分全人口100億いくのなんてもうあと多分20年もかかんないでしょ。日本は減り続けてるっていう謎の。そう謎の。いやだから子供を産めないようになってしちゃってるもんね結局。だから日本人っていうね人種を消そうとしてる、ね、そうだから中曽根が厚生労働省の大臣やってた時に、そのシャンプーだとかさ、そういったものにホルモン剤とか不妊剤とかさ、そういうものを要するにほら今でいうさラウレス硫酸塩だとか、ラウリルなんだか塩とかって、そういうなんか薬品の名前だけど、あれ結局ホルモン剤だから、名前違うだけで。だからそういうのを入れて、その厚生労働省でこれはこういうの入れてもいいよって認可したもんさ、中曽根がね、どれぐらいもらったか知らんけどさ。でそんなんだ、男性ホルモンのね入ったので、あんた女性用のシャンプーでみんな女頭ですよ。だから最近の女頭薄いの多いでしょ。これね、もうだから30年越しの計画なんだよこれ。やっと今それが出てきてるのさ。頂点てっぺん薄い。おい本当に多いよ。バス乗ってたらさ、女子大生でもやたらのてっぺん薄いなと思う。そうでしょ。女が多いもん。そうだからね、それがね、みんなだからまあ薄いなとは思ってる人もいるかもしれないけど、俺なんかだって我々子供の頃なんてさ、髪の薄い女なんていなかったじゃん。いないまずねえ、小学校中学校ぐらいでもね、ちょっとおばあちゃんとかで髪薄かったらさ、うわーなん珍しいねこの女の人でハゲてんのって、そんな感じだったでしょ。今なんかだってそれを隠すがためにさ、女性用のウィッグだとかさ、ねえ、そんなものであんたあれしてるけど、よーく考えてみたらさ、あれって俺らね小さい時代にこんなハゲる女いなかったよなって考えたらさ、そこでやっぱりその80年代のそのシャンプーだとかね、そういったものにそういうのを混入しても OK だよって出した、それがちょうど紐づいたわけさ、その話が。なるほど。そのさ、80年代のさ、シャンプーの混入するやつ、それでさ、そこでさ、マスコミがさ、あれを持ち上げてるのさ、それまでは、シャンプーしてなかったんですよね、女子高生とか。そうだって朝さんっていう習慣なかったっしょ。だからあんまりそれまではさ、あんまりシャンプーしすぎると体には悪いって、悪いだって悪い成分いっぱい入ってるって言われてて、女子高生とか女子中学生、ほとんどシャンプーしないって3日に1回とかさ、髪洗うだったのにさ、やらないし親もやらせない。それがさ、いやそのね80年代にさ、朝シャン持ち上げ出したんだ。そう持ち上げ出した。これはだからね、そういうことなんだよ。だからさ、その老けが気になるとか匂いが気になるでね、俺前調べたの、メリットっていうシャンプーあるでしょ。メリットっていうシャンプーがデメリットなんですよ。あれはね、重金属の亜鉛が入ってて、要するにメリットを使うでしょ。メリットを使って頭の中にその重金属のその亜鉛が付着して、そしたら今度別なシャンプー使うでしょ。別なシャンプー使ったらそれが化学反応を起こしてかゆみとかフケが出てくるんだって。だからみんな錯覚して、メリットじゃなきゃダメだねってなるのさ。だからもうそれで皮膚からいっぱい悪いのを吸い込んでるわけさ。いやだからね、それ考えたらね、もう今世の中のありとあらゆるもの全部ね、そういうことだよ。もう真実言われないまんま。だから若い女がそのあれだって、そのちょっと子宮のね病気が最近多いとかさ、そういうのをだからナプキンだとかそういうのも危ないっちゅうもんね。あれ全部薬品、化学薬品入ってるから、だから全部大事なね、そのとか吸い上げてるから、薬品を。だから我々の時代ってまだ布おむつだったでしょ、ギリ、あれぐらいの方がいいんだよ。だから最近の子供なんてダメじゃない？もう完全にあんなちっちゃい子供のうちからさ、化学薬品まみれたあんたパンパス履かして、もう精子だって半分もないっていうでしょ最近の若いやつら。
昔に比べて。やっぱりおむつは布が一番いいですよな、そう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 、布が一番いい人は手間かかるかもしれないけど、それが布が自然なんだもんだって。してね、唯一ね、これね、日本だけじゃないんだって。日本も欧州もアメリカもそうなんだけど、男性のね、その精子の数、能力が減ってるんだって、すごく。そしたらね、唯一ね、これ減ってない人がいるんだって。減ってない人はね、農家だって。農家は結局自分たちだけはオーガニックのものを食べてるわけですよ。だからね、その統計取ったら減ってないんだって。ただオーガニックだけでは商売にならないから、結局日本だったら農協会、農協の支持する農機具だとか、あとなんだっけ、グリホサートとかさ、ああいうラウンドアップ、ああいうモンサントのああいう農薬を、指定の農薬を使わないと、その作った野菜でもなんでもほら農協の流通に流させてくれないから儲けられないでしょ、結局ね。だから仕方なくそういうのは農薬まみれになってるかもしれないけど、自分たちね、てめえたちだけで食ってるのはその無農薬だから、ほとんど観光農法で何も使ってない。だから農家の人たちはね、元気んだわやっぱりねああ、だからそれをそのやばいの食ってる我々がもうやばいのさやっぱりさ、やっぱり北海道も日本からやっぱり独立する方がいいねんな。いや本当だよ。だって北海道だけで見たら食料自給率 200% あるんだから。日本全国で見たら 40% しかないんだから。40% しかなくて、してあんた食品の廃棄4割捨ててるっつうの。いやだからね、俺同州制とかなんとかって一回あったけどさ、俺あの時ね、いやこれちょっとね、もし行ってくれたら、まあ行くわけないと思ってたけど、行ってくれたらちょっと面白い展開になったなと思ってたんだよね。もうちょっと賃金のベースだって東京関係ないからもう。だから同州制だったらさ、内需だけでもかなりすごいですよ。内需だけで十分すごい潤うよ。だってブランドだしさ、そうなのさ北海道ってだけで世界の人たちが飛びつくそうブランドね。だからね、製造業ばっかり力入れてもダメなんですよ。ダメ金もらってダメね。そう、本来そのいい土地、いいその授かった恵みのいい土地があるんだから、そういうのあれしないと。金もらってダメな、製造業から大量に。だってね、TPP だってすぐ製造業じゃなくてね、農業を切るしね。そうだ。農業ってね、 TPP もだからさ、農業って農業問題みたいな話してるけど、あれ全部だからね。そう、全部持ってかれるからね、 TPP なんか。そうだよ、そのヨーロッパの人だから特にカルロス・ゴーンみたいにさ、金を右から左に流してそれの利益を得るだとかさ、だまくらかしてるような、そんなことやってないんだもん、本来日本はさ。いいものができてみんなで分かち合おうっていうことだから。手間返しっつって何かでその一緒に作業を手伝ってくれたら作業を手伝ってあげてっていう、そういうスタイルだから本来はさ。